こんにちは、快適アートです。今回は100円で購入したアクリル板を使って夏にぴったりな涼しげなアクリル絵の具の作品を作っていきたいと思います。使うのはこちらです。セリアで売っているアクリルプレートという商品です。厚みは 5mm で大きさは 7.6×12.7cm ということで、だいたい小さめのスマホくらいの大きさって感じです。すごく透明感があって綺麗です。筆はナムラの PC セーブルという筆を使っています。アクリル絵の具にグレージングメディウムを混ぜたもので花びらを描いていきます。透明感を出すために絵の具に水を加えてしまうとアクリル板が弾いてしまったので、このグレージングメディウムを使って少し薄い感じで塗っています。筆のストロークを使って花びらの筋というか立体感を出して描いています。まず表面に3枚ずつ花びらを描いたら、次はターナーのガラスペイントを使って裏側に彩色していきます。裏側に彩色するとき、色を重ねる順番が逆になるので、こんな感じでグラデーションで中に挟みたい色を塗ってから、その後花びらを裏面に描いていきました。何回か実は失敗しちゃったんですけど、ちゃんと表面が乾いた後に裏返して描いていきます。表と裏の間に 5mm のアクリル板の幅が挟まっている状態になるので、表面から見た時に少し立体感があるような感じになります。次は金魚を描いていきます。その前に告知タイムです。絵を描く方、そしてアートが好きな方に楽しんでいただけるグッズをいろいろと作ってみました。発売日は2024年の7月4日を予定しております。当日には発売のちょっと前に YouTube でグッズ紹介の動画を上げますので、そこに販売先の URL とか、そういう細かい情報を告知する予定です。水彩塗り絵の第2弾、カラー印刷したお手本パック、フレームまで特別な飾れるアートのグッズ、生活に溶け込むアートなポーチという感じで、ぜひ手に取って楽しんでいただきたいものを作ってみました。もし気になる商品があるなという方は、ぜひ7月4日の動画チェックしてみてください。それではまたメイキングに戻ります。金魚を描いていきます。花のレイヤー分けは結構すんなりと決まったんですが、ちょっと金魚についてはどういう風に分割したらいいのかがいまいちわからなくて、とりあえず1レイヤーで最初描いていっているんですが、このヒレとかは後でちょっとだけ変えたので、その部分は後で補足説明をします。ちょっと余白の形とかに合わせて実物よりもやや長めに尾ひれを描いています。金魚の下塗りはこんな感じです。水草を入れていきます。下書き程度に入れておいて、後でもっと書き足していきます。次は2枚目を重ねて、その表面のレイヤーに花びらを足していきます。
ちょっと1枚目に戻って金魚の描き込みをしていきます。青みを足すことによって花びらとは違う白の感じが出てきます。次は頭の赤いところを塗っていきます。オレンジと黄色を使って塗っています。ちょっと録画ミスっちゃったんですけれども、ヒレを消して裏側に描き直しました。こうするとちょっとだけヒレが奥側に行った感じになります。一度乾いた絵の具を消すときは、アルコールを染み込ませた綿棒でこするようにすると消えます。次はイリデッセントパールを使って鱗の感じとか、あと金魚の胴体を仕上げていきます。まずイリデッセントパールを使う前に色味を整えていきます。胴体はやや暗めの陰影を描いておきました。頭の部分は不透明な黄色とかも使って、ちょっとこうつぶつぶしたタッチで描いています。胴体部分の下塗りができたら、イリデッセントパールを使って鱗を描いていきます。すごい細かいんですけれども、鱗を点々と描いていきます。目を描き入れるとだいぶ金魚っぽくなってきました。アクリルガッシュのパールイエローを使って頭の部分にも少しキラキラを入れていきます。こちらは白じゃなくてゴールドっぽく光ります。表側にも描いて裏側にも水草を描くことによって水草の中にもちょっと奥行き感を出すような感じで描きました。汚れたところはきっちりアルコールできれいにしてから2枚目を重ねてまた書き込みをしていきます。ここが完成してくるとすごく綺麗です。金魚の2枚目のレイヤーは背びれだけを描きました。ちょっとこの分け方で良かったのかどうかは微妙なんですが、というのもこの斜めから見ると浮いてるっていう面白仕様になってます。真正面から見るといい感じです。水草もここで2層目に書き込みを入れていきます。奥から手前になるに従って濃い緑、黄緑色、黄色多めの緑みたいな感じで色味を変えて描いています。最後仕上げにアクリルガッシュのジャパネスクカラーの青金を使います。これで花粉の部分点々と描いていきます。2層目の表面に描いています。金魚はほぼ1レイヤーって感じで描いちゃったんですが、この花とか水草は3レイヤーに分けているので、その分奥行き感というか立体感が出てます。
最後、デコレーションにアルミフレークを使っていきます。金魚の餌みたいにパラパラっと乗せていきます。これは1層目と2層目の間ですね。それから綺麗に挟み込んで、次2層目と一番手前の層の間にも金箔を挟みました。周りの部分は透明のセロハンテープで貼って固定していきます。完成はこんな感じです。上から見るとすごいいい感じに不思議な立体感のある作品になってます。この鱗の部分は角度を変えるとキラキラと光ります。特に鼻の部分の立体感がすごいよく出てたので、もしよかったら参考にしてアクリル板に描くアクリル画作ってみてください。それではまた7月4日にグッズ販売の動画を上げますので、興味ある方はぜひ見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。